はい、皆さんこんにちは。アマネリカ in セドナでございます。今ね、後ろ側に見えてるあの辺りが、キャセドラルロックっていう場所ですね。これからそこのそばのね公園に行こうと思ってます。あの辺レッドロックリバーっていうね、レッドロッククロッシングかな、川が流れていて、ちょっと、水浴びとかもできるような場所なんですけど、そこに行こうと思っていますが、ここがねすごく風景が素晴らしい場所なので、ここからお届けしようかなっていうふうに思っています。でセドナに来て今日2日目になります。私は、そもそもですね、この仕事を始める前にこういったことに興味を持ち始めた時に、一番なんでしょう、親和性があるというか、一番自分のエネルギーに近いのがネイティブアメリカンだったんですよね。今だいぶいろんなことを経験してきて、ネイティブのエネルギーだけじゃなくなってきたんですけれども、最初はねそれこそネイティブアメリカンの、記憶みたいなものとかにすごくつながってました。でセドナに来るとね、その記憶が開かれますよみたいなこと言われて、でごめんなさい、そのね記憶が開かれるっていうことにはいい部分と悪い部分っていうのがあるよっていうふうに、その当時のね、師に言われました。でそれは全てのことに関してそうなんだけれども、その時持っていた能力とか記憶が実際に戻ってくるっていう部分で言うとすごくいいところで、その記憶が戻るっていうことはそれだけじゃなくって、それに付随するねカルマ的なものとか、マイナスのもの、ネガティブなものっていうものももちろん存在しているので、そこが戻ってきてしまうっていう、マイナス点もあるわけですよ。で、実際に、いい部分でもその時の人間関係っていうのはどんどん呼び戻されてくるし、逆に悪い人間関係もやっぱ開くよっていうふうにその時言われていて、実際にそういうもんだと思います。で私たちが今生きてるっていう時にね、ここ行きたいここに行きたいみたいなことを強く思う場所っていうのはやっぱり何かしら自分自身の魂のかけらっていうのを残してきてる場所っていうふうに考えますので、そこに行くことによってそのエネルギーに触れて、今言ったように何かが蘇ってくるっていうことももちろんあるし、カルマを返済するみたいなことも起こりうるわけです。でカルマっていう言葉ってすごく強い印象を受ける人もいると思うんだけれども、全ての出来事っていうのは大元となる原因みたいなものがあって、その原因によっての、作用反作用みたいなものが起こるっていう、そういうものなので、カルマっていうのは必ずしも悪いことばかりではないっていうことですね。ごめんね、カメラ揺れるね。このちょっと一本足の三脚が揺れやすいんだけど、許してください。で何を聞こうかっていうのをちょっと考えてなかったんだけど、今ねその土地のカルマみたいなのとか自分自身の、魂のかけらみたいな話になったので、その辺のところをちょっとセドナのエネルギーとつながりつつね、チャネリングをしていこうと思います。エジプトもそうだしセドナもそうだし、日本のあらゆるところもそうですけど、面白い雲が出てきた。こういう自然現象もね全部、全てはメッセージです。で、そういったとてもつながりやすい場所っていうのがあって、ここもめちゃ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 スピリチュアル能力をアップしていくには素晴らしい場所だと思います。で、そんな感じでねちょっと、カルマというか自分自身のエネルギーを残してきた場所みたいなテーマで、チャネリングをしていこうと思います。كذبات براكوش مكادي تأندم كوربكوش مكادي هندمش براون تبي سبيكادي あなた自身の記憶の中を整理してみましょう。ハドバスプランテテミケディ、その時ねすごく何か今の時点においてもすごく思い起こされるような風景とか、出来事とか、衣装とか服装とか人物みたいなものを含めてそうなんだけれども、今あなたが感じているものっていうのはあなたに何かしらの影響を与えたものであるっていうことは間違いないと思いますよっていうふうに言っています。その中で、一番ニュートラルな状態っていうのはあなたがすごく感情的なものとかいろんな葛藤みたいなものを手放した状態で思い浮かぶもの、それが一番ニュートラルな状態で起きてくるものだと思いますけれども、それ以外のヒントっていうところ
で言うと、子供時代にね自分自身が興味があったことや好きだったこと、親和性を感じるものっていうのが、あなたのその過去の経験とすごくこう密接にリンクして現在につながっているものっていうのたくさんあると思いますよっていうふうに言っています。で今ここでねちょっと一回止めますけれども、皆さんも考えてみてください。自分自身の子どもの頃ね何が好きだったのかなっていうところですね。対抗できない方は何歳の頃っていうところで、例えば3歳の頃の自分とか5歳の頃の自分みたいな形で一つ一つ追っていくと、実際にあなたが経験したその時の風景とかね出来事みたいなものが思い起こされたり、好きだった服装みたいなものも思い起こされたりすると思いますので、もしやりたい人はねここで一回止めてちょっと思い起こしてみるといいと思います。で私自身のところで思い起こすと、やっぱり子どもの頃すごく好きだったものって実はネイティブアメリカン的なものもそうだし、逆にそれをこう駆逐したね、西部劇に出てくるような状態のものっていうのも好きだったし、カーボーイ的なものかなも好きだったし、あと私ねフェンシングをやったことないんだけど、フェンシングも絶対できると思ってたし、馬にも乗れると思ってたんですよ。だからそういう感じで、日本のね、平安時代とか、武家社会みたいなものの経験値も多分あると思うし、それ以外にも西洋のね貴族文化みたいなものもすごく親和性があるので、その辺のこともできるんだと思います。だから多分今習ったとしたらね、ゼロから習う人たちよりも最初からうまいと思うんですけど、そういうものです。で、baatbrand på det vision, det kanske på det mata till uppskydd visfront, med uppsprokodi。その魂の中に刻みつけられた記憶っていうのはすごく強烈で、で、baatbrokodi特に、あなた自身がそれが起こった時にすごく印象づけられたもの、ねめかおしけですごくショックを受けたものとか、喜びを思いっきり感じたものとか、なんか初めて見るような驚愕みたいなものっていうのはあなたの、記憶の中に、ずっと保持されていて、それは、どんなに転生していったとしてもその中にある、何がしかの記憶とか、エモーションみたいなものっていうものが解除されない限りずっとこう、あなたの人生そのものにも影響を与えていくものですよっていうふうに言っています。なので、それをこう紐解いていくために必要なことっていうのは、例えば物語の中とかテレビの中に、そういった映像を見つける映画とかもね、ということもいいかもしれませんし、実際にこうして場所を訪れてその時の、雰囲気を、それこそ五感を通して感じてみるっていうことはすごくおすすめです。その時にね疑いを持つとかね、こうかもしれないねとか、言って人に確認するということではなく、あなたが、自分の深いところでどう感じているのかっていうところに重点を置いてください。そんなことありえないとかね、そういったものは全部捨てておいて、もしかしたらっていうところでもいいし、なんかそんな気がするっていうぐらいのところでもいいんですけれども、そこに対して焦点を当てていくことによってそこの世界がね開かれていきます。だから本当に点しか見えなかったようなところに光が当たって、それが大きく広がって映画のように流れていくみたいな経験とか、その時の自分の感覚や記憶みたいなもの、さっき言ったように才能も含めてなんですけどをこう感じられるようになってくるっていうことが起こり得ると思いますので、ぜひぜひ、やってみてくださいって言っています。今ね、ここねあんまり人来ないんですけど、アメリカの方たちがいらしています。De basfrankosbekadete eşkede bişmautu vakarete mihudu mautpausbekadete shidi。人っていうのは集合体であり、今自分がね思っている性格とか性質とか才能っていうのは、それこそこういう縁があったとしたら、9かながあったとしたら、そこの本当にこの一部分みたいなところをあなたは経験しているっていうことになって、それ以外にもねたくさんの側面っていうのが存在していて、その集合体があなた自身であるっていうことをもう一回思い出しましょう。だから私自身がこういう人だっていうことをあまりにも決めつけしすぎてしまうことっていうのは実は全然おすすめじゃなくて、違う側面をこう生み出していくとか、感じていくことによって本当のあなたという部分に逆に回帰していくことができるんだっていうことを思い出してくださいねっていうふうに言っています。なので、未体験ゾーンにわざわざ入ってみるとか、これは苦手だと思うんだけどチャレンジしてみるみたいなことがあなたの人生を豊かにしていくし、さっき言ったように違う側面を持つ自分っていうものを知ることができることによって、あなたはホールセルフ
く、全体像としてのあなたっていうのを思い出すこと、それこそが人生であり、私たちが魂の、経験をたくさん積み重ねてきている理由でもあるんですよって言っています。私たちは全体であり、一人一人が別々の存在であるというこの二重性によって出来上がっているんですけれども、一人一人の体験のそこにあるものは全体としての意識っていうものであり、この集合意識とか全体意識みたいなものが変わってくることができると、この世界そのものが変容を起こしていきます。そういった意味でも、あなたの人生体験を深いレベルで探っていくことっていうのは決して無駄なことじゃなくって、あなた自身が、本当に望んでいる世界をあなたのこの現実の中に呼び起こすことになる、とても大きな助けとなるんですよっていうふうに言っています。ここからちょっと私の言葉今のねチャンネルに聞いて、思ったことなんですけど、やっぱりこの世界の中で苦しみを感じている人たちっていうのは一定量いると思うんですよね。そういう人たちが少しでも減ってくれるといいなっていうふうに思っていて、それは、その人たちを助けたいというところ以上に全体としてのエネルギーも上がっていくし、その集合意識によってこの社会は成り立ってるみたいなところがやっぱりあるんですよ。なので集合意識自体が大きく変わることによって、もう世界が本当に変わる。で今私が求めているところっていうのは高次元の世界観なんですけれども、この世界観の一番のポイントっていうのはその二元性と言われる、要するにいい悪いとかね、これいいけどこれダメ、あんたこれダメ、これはいいよ、これやってもいいよみたいな形で教えられた信念とか学校の教育とかね、歴史的に積み上げてきたものとかで、いい悪いを人々がそれぞれ判断しようとして、でしかもそれだけじゃなくて人に押し付けるみたいなね、お母さんが子供に押し付けるみたいなことをしていくじゃないですか。そうすると世代間連鎖みたいなのが起きて、いつまでもいつまでも本当の意味での工事のエネルギーをこの世界にもたらすことっていうのはできなくなってしまっているので、そこをめっちゃやりたいっていうのが私の希望です。だからそのためのツールとしてのチャネリングであり、ライトランゲージカードっていうね、誰でも引いたら分かるようなね、高次元につながれるようなツールっていうのを作りましたけれども、それを広めていきたい理由っていうのもやっぱりそれぞれが自分の力で自分を知ることができるように戻っていく、そんなの当たり前なんですけど、っていうところを意図しています。なので、今言ったようにね、チャネリングの中にも出てきたけれども、いろんな側面を自分自身で知っていくことによって、そこに自分軸っていうのができてきて、それが安心っていうものになっていって、わざわざ人を引きずり下ろしたり足を引っ張ったりとか、それいい悪いっていうのを人に対して言う必要がなくなってくるんですよね。そういうふうになった時の、高次元のイメージっていうのが調和です。大調和の世界、それこそもうこの植物とかこの空気とかね、光とかそういったもの全てとのつながり合いみたいなものを、意識の中で感じ取れるような、そして、何かを蹴落とすとか人を否定すること自体が、必要なくなる世界っていうのがあるので、そこを目指していきたいなというふうに思っています。共感する人はいいねを押していただいて、チャンネル登録していただけると多くの人たちにね知らせていくことができると思いますので、ぜひ、助けていただけると嬉しいです。はい、ということでチャネリング続けます。なんでそういったいろいろな時代や場所にあなたがエネルギーを残してきているのか。これは、実はあなたたちの人生の目的であるその、生まれてきたこと、経験することということに大きく、関係があります。その時に経験し終わっていないエネルギーっていうのが、いろんなところに散りばめられていて、あなたが今回ね、もしこの人生の中でそれに気づくのであれば、そこを完了させてあげるっていうことも、あなたの今回の役割でもあるわけです。楽しいと思いませんかって、例えばスタンプラリーとかね、パズルみたいな感じで一つ一つこういうのもある、こういうのもある、これコンプリートみたいな形でしていくと、あなたという存在自身が全体像を見せてきて、全体像を見せている人たち同士でつながっていくコミュニティっていうのができてきますよっていうふうに言っています。あまねもそれを作りたいんですけど、それにはお互いの尊敬尊重みたいなものっていうのがとてももう絶対的に必要なものとなっていって、それができるようになってくるには自己
満足いい意味での自分自身に満足するっていうことがもう最低限のねベースとして必要なんですよって言ってます。だから私たちが、自分に戻れとか、自分自身を愛しなさいみたいな言葉を言っているのは、自己愛だけに走れということを言っているのではなくって、まず自分っていう存在を確立することによって世界の見え方が変わってくるよっていうことを言ってるんですよっていうふうに言っています。でベーシプラコーシュケディ安定した、愛に満ちた自分という側面を、最大限に使うことができるようになれば、あなたが見える世界っていうのは愛に満ちた、フィルターを通しての世界っていうふうになるでしょう。この愛っていうのももちろんいろいろな種類があるのでそのレベルによって変わりますけれども、できるだけニュートラルに判断をせず、でバウスプラカで判断っていうのは要するにいいとか悪いとか言って片方を捨てるとかそういうことじゃなくって、物事を見れるようになってくるとなんて素敵な世界に実はいたんでしょうっていうことで、最初からね自分自身が恵まれていたっていうことにも気づくことになりますよって言っています。でバウスプラカでそれができるのが実は今この瞬間あなたというものが、存在しているこの瞬間なんですよっていうふうに言ってます。なのでこの瞬間に全てのエネルギーを持ってきてここで、分霊箱を開けましょうっていうことですね。はい、っていうことです。はいじゃあ、これからですね下の方に降りていってあそこの、カセドラルロックのね、までは行きませんけれどもそばを流れる川のところに行ってまた撮りたいというふうに思っています。はい、セドナシリーズいろいろと続いていきますのでよかったらですね、たくさん見てくださいということで、天音理香がお届けしました。またお会いしましょう。どうもありがとう。またね。銀河の学校の受講生を募集しています。オーラ投資、ヒーリング、チャネリングを天音と一緒に学びませんか？1年かけて自己変容していきましょう。詳しくは概要欄にあります。どうぞご覧になってくださいね。お待ちしております。